こんにちは。複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、様々な謎や疑問を徹底的に研究する D ラボ。私が所長の D です。動画のご視聴ありがとうございます。今回のテーマは、四角を使った式、四角の見つけ方だ。どんな計算にでも使える考え方を紹介するよ。ここに四角を使った式が4つあるね。足し算、引き算、掛け算、割り算。それぞれの式の中に四角があるね。四角はどんな計算をして求めたらいいかな？四角足す9は74の四角は 74-9 をすると求めることができて、答えは65だ。四角引く13は78の四角は13足す78をすると求めることができて、答えは91だ。12× 四角は456の四角は456割る12をすると求めることができて、答えは38だ。四角割る15は45の四角は 45×15 をすると求めることができて、答えは675だ。これを見ると、足し算の四角は引き算で、引き算の四角は足し算で、掛け算の四角は割り算で、割り算の四角は掛け算で求めればいいことに気がつかないかな？なんとなく簡単だと思うかもしれないね。でも実は足し算、引き算、掛け算については今の考え方でいいんだけど、この計算を見てみよう。486割る四角は18の四角は486割る18の計算で求めることができて、答えは27なんだ。つまり割り算の四角を割り算で求めているよね。割られる数と割る数に決まりがあるのではないかと思った人、とても素晴らしい。その通りなんだ。四角の位置が割られる数か割る数かで掛け算を使って求めるか割り算を使って求めるかが決まるんだ。覚えてしまえばいいことなんだけど、今回は覚えなくてもいい考え方を紹介するよ。しかもこの考え方は足し算、引き算、掛け算の時にも使えるんだ。その考え方とは、好きな割り算を思い出すということなんだ。好きな割り算なんてないよと思った人、多分ほとんどの人がそう思ってるんじゃないかな。好きじゃなくても絶対に間違えない割り算を思い出してみよう。ここで一つだけ大事な約束があるよ。それは3つの数字が全部違うものを思い浮かべることだ。例えば1割る1は1の場合、3つの数字が全部同じだね。また4割る2は2の場合は2つの数字が同じだ。好きな割り算がない人におすすめの割り算は6割る2は3だよ。この6割る2は3の使い方はさっきの四角割る15は45の場合、6割る2は3の6が隠れている状態だね。残った3と2でこの6にするためには、足し算、引き算、掛け算、割り算のどの計算をしたらいいかな？この中で答えが6になるのは 3×2 だね。つまり割られる数が四角になっている場合、答えと割る数をかければ見つけることができるんだ。486割る四角は18の場合、6割る2は3の2が隠れている状態だね。残った6と3でこの2にするためには、足し算、引き算、掛け算、割り算のどの計算をしたらいいかな？この中で答えが2になるのは6割る3だね。つまり割る数が四角になっている場合は、割られる数を答えで割ればいいということなんだ。言葉で覚えると忘れてしまったらお手上げだけど、当てはめるだけでいいので覚える必要がないよね。この3つとも数字が違う好きな計算を思い出す方法は割り算以外にも使えるので、使い方を紹介するよ。足し算の式の中に四角がある場合は、好きな足し算を思い浮かべるんだ。例えば 1+2 は3だったら、1の部分が四角だね。残った2と3を使って1になるのは 3-2 だ。つまり同じ順番で引き算をすれば四角を求めることができるんだ。引き算の式の中に四角がある場合は好きな引き算を思い浮かべるよ。例えば
3-2は1だったら、3の部分が四角だね。残った2と1を使って3になるのは2たす1だ。つまり、同じ順番で足し算をすれば四角を求めることができるんだ。掛け算の式の中に四角がある場合は、好きな掛け算を思い浮かべよう。例えば、2×3 は6だったら、3の部分が四角だね。残った6と2を使って3になるのは6割る2だね。つまり、同じ順番で割り算をすれば四角を求めることができるんだ。それじゃあ、今日のまとめだ。四角を使った式の四角を見つけたいときは、好きな計算を思い出す。ただし、後から式を作るときに混乱しないように、3つの数字が全部違うものを選ぼう。最後まで見てくださりありがとうございます。動画を面白いと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。